鏡合わせの女神の物語。その第2幕。今回は日守女アナスタシアと天使の娘ゲルトルード、対となる聖女たちについて考察します。白鏡の由来とその行く末。天使とは何を指すのか。彼女たちが何者で、なぜ鏡写しであるのか。その秘密に迫ります。まずはアナスタシアについて見ていきましょう。薄汚れた上着。元は聖女の白い上着だったのだろうが、かがり火の入る薄汚れ、今は見る影もない。アストラのアナスタシアはその服装から、元は白鏡の聖女であったことが伺えます。白鏡とは、グウィン神族を崇める信仰です。その影響力は広く、作中に登場する多くの国々で白鏡が信仰されている描写があります。また、作中に登場する効果には、白鏡のシンロイドや酒と薬の神、マイクロフオヤジが描かれており、その神々は多くの人々に親しまれていることが推測できます。白鏡の信仰には派生も多く、王女グビネビアへの信仰や、太陽の長子への太陽信仰など、グウィン王の子供たちへの信仰も存在しています。そんな風に人々に愛されている白鏡ですが、その成り立ちは人ではなく、神自身から発生した節があります。闇なでのカースはこう語ります。オーグウィンは闇を恐れた。火の終わりを恐れ、闇の者たる人を恐れ、人の間から生まれるであろう闇の王を恐れ、世界の断りを恐れた。だから奴は火を継ぎ、自らの息子たちに人を引き縛らせた。気候ら人がすべて忘れ、ほうけ、闇の王が生まれぬように。要はグウィンは闇が怖いので、一族を率いて人を縛った。それこそが白鏡の始まりなのだと、私は考えています。選ばれた不死とは、巡礼とは何を意味するのか。すべては火が陰った時に、人がそれを継ぐよう仕向けるためにです。そしてアナスタシアは、棺の祭司場という重要なかがり火を守る日守女です。しかし彼女は悲惨な扱いを受けています。あの日守女さ、不死のかがり火が消えないように、ずっとあそこにいるのが役目らしい。きっとあの女が間違っても神の名を呼ばないように、故郷の連中が舌を抜いちまったんだろう。日守女の魂は人間性の憑依となり、皮膚の下には無数の人間性がうごめき、大抵はおぞましい姿になる。日守女であることは、それ自体が筆舌に尽くしがたい苦行と思われます。彼女は声を奪われ、歩みを奪われ、遥かな時を牢に囚われて過ごしている。それでも彼女は、強いられるのではなく、それを自らの意志で行っている。誰かのために祈っている。そうでなければ、日守女などはとても務まらないだろう。そして覚悟ある女性の魂を、奴は奪っていきました。主人公は奴を懲らしめ魂を取り戻し、アナスタシアを復活させます。蘇る時に舌が戻ったのか、彼女は喋ってくれるようになる。だがその声は汚れており、聞かせるべきではないらしい。控えめな彼女がそれ以上自分の話をすることはないですが。それでも主人公が火を継ぐ直前だけは、彼女は自らの意志で語ります。Framt has told me of you, that you have agreed to link the fire. I thank you sincerely. Finally, the curse of the undead will be lifted, and I can die human. I am powerless, but I will do all that I can. Please, save us all. Please. こうしてアナスタシアとの小さな物語は終わりを迎えます。古の日本では、控えめながらも芯の強い女性のことを、大和なでしこと呼んで尊んでいたそうです。私はアナスタシアを見ると、
その言葉を思い出します。フラムトはグウィンの友であり、初代主人公を火の時代へ導いた後見人です。彼の寝床である祭祀場を守ってきたアナスタシアに対し、彼は敬意を払ったのかもしれません。それにしても、彼女の故郷アストラの人々は、なぜあんなにひどい仕打ちをしたのでしょうか。そして彼女自身が内に感じていた汚れとは何だったのか。決して呼んではいけない神の名とは誰のことだったのか。気になることが多いですね。では次はゲルトルードを見ていきましょう。牢の中で朽ち果て、セリフすらない早く、しかし彼女こそがこの考察のヒロインです。まずは私がゲルトルードはアナスタシアの対として考えた理由、共通点を見てみましょう。一つは見た通り、牢に囚われていること。二つ目は聖女であること。そして声と光を失ったこと。天使の甲虫によれば、ゲルトルードは光と声を失っています。そして最初のひもり目の瞳によれば、すべてのひもり目たちは光を失っているそうです。なのでアナスタシアもそうなのでしょう。これで4つですが、あと1つ共通点があると考えています。それはゲルトルードが天使の娘であるということです。王妃の聖女であったゲルトルードは、彼女の言う天使に見え、その物語を知ったといいます。そして破綻した書きつけの山がロスリック天使信仰の源流となりました。では天使とは何を表すのでしょうか。羽の騎士の鎧、天使に忠誠を誓う騎士の甲冑、羽の騎士の名の由来、小さな羽を背負っている。彼らの兜に張り付いたこの笑顔、どこかで見覚えがありませんか。彼です。この笑顔はフラムトだと思います。そしてロスリック城には小さな羽を生やした世界蛇の像があります。翼の生えた蛇というのはいろいろな神話に登場するそうですね。そのいくつかはまさに天の使いのような存在だと聞きます。それも含めてこの像が天使フラムトではないかと考えました。でも待ってください。これは本当にフラムトの像ですか？本当はカースの像じゃないんですか？安心してください。カースにはカースの娘たちがちゃんといます。黒のドレス、ロンドール三姉妹は世界蛇の娘であり、黒教会の創始者としても知られている。ユリアはカースの意志を継いでいますし、サンジョリリアーネは亡者を救い、聖者への呪いを語っていますので、ロンドールはどう見てもカース寄りの国です。つまりロンドール三姉妹はカースの娘、ゲルトルードはフラムトの娘という構図になります。何事も揃っていると気持ちがいいですね。こうしてアナスタシアとゲルトルードの間に、フラムト派という共通点が見えてきました。では、ゲルトルードに彼を紹介したロスリック王妃がどんな人物かというと、彼女は女神の祝福を生成し、豊穣と恵みの女神に例えられています。グビネビアは尊い子たちを設けたとありますので、子孫にあたる人物でしょうか。王妃が娘にフラムトを紹介した経緯も、グウィン王の代から続く彼との縁があったからかもしれません。そしてロスリックという国は、王妃がグビネビア信仰をもたらし、騎士たちが長子の太陽信仰を受け継ぎ、ゲルトルードがフラムトの娘となり、そして白教の本堂、焚木の王を作り出すという思想が継承されています。時を超え、棺信仰のすべてがこの国に継がれているのです。さて、これでようやく役者が出揃った感じでしょうか。ほとんど白教の話だった気もしますが、些細なことでしょう。あくまでこの考察のテーマは、鏡合わせの劇中劇です。ところで、この関係図を見て、あることに気がついた人もおられるでしょうか。ですが、その話をするのはまだ先になってしまうので、お待ちいただけると幸いです。
まずはレオナールとゲルトルードにどんな関係があるのか。それを語るには一度舞台背景について語る必要があると思っています。すなわち彼らの背景にあるもの、ロスリックとイルシール、そして深みについて。次回のテーマはロスリックの内部派閥構想とイルシールの野望についてです。内部分裂の歌集に飲み込まれていく聖女。なぜ彼女は天上楼に囚われることになったのか。白い狂気に触れた男とサリバーンの仕組んだ巧妙な罠。神となった男の願望と決して抗えぬ現実。イルシールの囚人が尾骨を削る理由が気になる方は、チャンネル登録と高評価をして次回の開演をお待ちいただけると幸いです。